こんにちは。今日はですね、私が辞めて良かったことというテーマで、お話ししたいと思います。辞めて良かったことってありますかっていうことで、今までね、多分動画とかではこれ使ってますとか、こういうことやってますっていうね、取り組んでることとか始めてることについて撮ってきたと思うんですけどもね、今回ね、辞めて良かったものっていうことで、何を、辞めてきたかなということで自分なりに考えて、まとめました。まずですね、乳液使ってません。乳液は結構前にやめました。20代の後半、いやもっと前かな、前半ぐらいからすっごいニキビいっぱいあったんですよ。もうこの辺、もうニキビだらけで、まず顎ですよね。顎。であと、首のこの胸のあたりかなとか、あと、額もありましたね。結構ニキビあったんですよ。もう1日3個ずつできて、もう絶対どっかに顔に10個がニキビあったよみたいな、すごいニキビ肌だったんですけども、いろいろね、フォトフェイシャルやったり、ビタミン C 飲んだりしてね、気長に直していったんですけど、スキンケアもその時直して、まず乳液をやめました。いろいろ調べたんですけど、乳液が合わない人がいるみたいで、オイリー肌っていうかね、結構今後乾燥なんですけど基本。でもこの辺オイリーだったりとかね、オイリー肌だったので、そういう方は一旦乳液をやめて、肌の調子をね、整えた方がいいっていうね、記事を読んで一旦中止しました。その時にさすがに化粧水塗って、ちょっとクリームだけだと乾燥もする肌だったので結構辛かったんですよ。なのでその時に私アルビオン結構使ったので、アルビオンのカウンターに行って、そこからアルビオンの、ハーバルオイルにデビューしました。その時ね、これはニキビ肌の人がつけても大丈夫、保湿力高いから使った方がいいですよっていうアドバイスをね受けまして、その時ねアルビオンはねニキビケアのラインもあったので合わせて使っておりました。なので化粧水をした後にオイル美容液塗って、ちょっとクリーム、さっぱりめのクリームを塗るっていうことで、ニキビがね収まればね何ヶ月かやって、そういう習慣が身につきました。なのでもう10年経ちますね。経つんですけども、乳液はやめたままで、オイルはそこから使い始めました。でオイルを使ってね、オイルはいろんなテクスチャー、重みとか、しっかりした香りが強いものいろいろ試して、今はグレードボーポーテのオイルにね落ち着いたんですけども、当時長い間ねアルビオンを愛用しておりました。その時ね乳液やめて結構肌の調子良くなったんですよ。もちもちするし、もうオイルで必要なものだけ取り入れるっていう感じでね、化粧水、美容液、そして乳液、オイル、クリームって全部つけるんじゃなくて、本当に必要なもの、自分の肌に合ったものだけをピックアップして使うようになりました。ということで、私が一つ目にやめたものは乳液でした。で、二つ目にやめたものは、ファンデーションやめました。ファンデーションはね、やめて、1年経ちますね。2年は経ってないかな。1年以上経ちます。まずきっかけは、ニキビを隠すためとかね、コンシーラー結構しっかりつけてたんですけども、だいぶ肌の調子回復して、であと30過ぎてからは、あまり皮脂も出なくなったんですよ。昔は本当にこの小鼻のとことかね、顎のこことか、額だとこの辺かな。眉間のあたりに結構油取り紙で、2時間に3時間に1回ぐらいしないと結構ベタベタ出てたんですけども、それもなくなってきて、しっかりカバーするっていうのをねあんまりしなくてもいいのかなってちょっと思いました。最近は日焼け止めを塗って、下地を塗って、そしてですね、気になるところだけを、コンシーラーで隠しております。クマとかね、ちょっとできた吹き出物とか調子の悪いところとかをパタパタっと筆ペンタイプのねコンシーラーで隠しております。それで最後は、パウダーで仕上げてるんです。ファンデーションなくした時はどうしようみたいな、ちょっと恥ずかしいかなとか、あんまりこれ肌綺麗に見えないかなって悩んだんですけど、だんだん慣れてきて、この軽さがねすごくいいなって思うようになりました。とっても軽いんですよ。ファンデーションつけないだけでこんなに肌ってね軽くなるんだと思いました。服とかねちょっとこすっても、つかないんですよね。やっぱこの辺パウダーでパッと仕上げただけなので手にもつかないですし、その分すごく軽いというか、肌にとってはいいんじゃないかなと思って思い切ってみました。ということで2つ目はファンデーションをやめたことです。次に私がやめたこと、それはですね、夜更かしをやめました。夜更かしってね、もう習慣ですね。私は夜働いてるので、だいたい家に帰るのがもう2時とかね、3時だったんですね。で、寝るのがそこからちょっとお風呂入ったり、ちょっと自分の中でスイッチオフにする時間が必要だったので、だいたい4時半とか、ギリギリ遅くても5時までに寝ようっていう感じで、十何年生活してました。朝起きるのはやっぱ5時に寝るので、ちょっと遅いんですよね。11時とか12時
に起きてたんですけども、そういう生活をちょっと改めて、なるべく早く寝るって決めて、平日は仕事をね、なるべく1時ぐらい終わらせて、で、2時ぐらいに寝たいなと思ってます。で、2時に寝て、朝はなるべく8時ぐらいに起きます。では7時半。8時の間ぐらいに起きたいと思ってます。で、土日はもっと早く寝ようと思ってて、だいたい12時までには寝ようと思ってます。早寝早起きにシフトしてから体の調子がすごく良くて、一定のリズムがすごくいいのかなと思います。以前平日が結構遅くて、で、土日がね、早く寝る。その平日が5時に寝たとして、土日はちょっとしんどいから今日1時とか2時に寝ようとかいうばらつきのある生活だと、結構ね、平日と土日、人間寝だめできないんで、そういう風に体のホルモンというかね、サイクル、バランスが均一でないなと思って、なるべくね、平日も土日も早めに寝ようと思ってます。なんで12時か1時内に寝て、平日も1時か2時内だってだんだん近い時間の間でね、一定の生活ができるようになりたいなと思ってやっております。ただね、夜更かし楽しいんですよね。私ゲーム好きなんで夜中ついてやっちゃうんですけども、あと、携帯で、新聞の代わりに Yahoo ニュース読んだりとか、日経のアプリ読んだりとかしてるんで、結構 LED にね、目がさらされてるので、目がパチッと冴えるんですよ。なのでね、寝室に入って、携帯を使う時間を5分以内って今決めてて、ベッドの上で5分以上携帯触らないようにしてます。すごくそれで変わりました。昔不眠だったんで、もう1日4時間睡眠で仕事して、あと寝る時間もほんと5時でも寝れないぐらい結構頭が冴えてたんですけども、その携帯をね、布団の上で見るっていうのやめてから劇的に早く寝れるようになりました。LED 多分ね、目とか脳にきっと悪いですよね。でも楽しいんですよね。最後まで漫画読んだりとかね、LINE したりとかね、いろいろあると思うんですけど、ゲームやったりとかなんですけども、それをぐっとこらえて、なるべく夜早く寝て、で、私10時ぐらいからいつも仕事始めるんで、8時から10時の間にちょっと気になる漫画読んだりゲームしたりしてます。なるべく早く寝るというのをやっております。そして最後に私がやめたもの、4つ目。4つ目は8時間以内に食事を抑えるということをしています。なので残りの16時間の間ではなるべく食事を取らないようにしております。これはですね、8時間ダイエットって検索すると出てくると思うんですけども、私すごく食事の量が多いんですよ。コース料理もしっかりちゃんと最後まで食べますし、ランチも食べます。間食もします。チョコも大好きだし、甘いものも大好きです。なんですけど、やっぱりこれね、朝起きて早い時間に食べて、昼間間食して、夜もコース食べて、で仕事でシャンパンをずっと5時間飲むと本当に太るんですよ。太るというか痩せる時間がない。胃が休まらない。なので、なるべく、食事をね、8時間に抑えて空腹の時間を作るようにしてます。なので、だいたいね、食事毎日平均して6時から7時にとってるので、終わりがないと食事8時ぐらいかな。ってことは、スタート時間をお昼の12時ぐらいに設定してます。1食目を12時に食べて、もうお茶漬けとかパンとかパスタとかね、何でもいいんですけど、まず12時ぐらい食べて、そこからちょっとお昼ぐらいに紅茶飲みながらとか、コーヒー飲みながら、飴食べたりとかね、そういう間食もしたりして、そして夜は、6時、7時ぐらいにスタートして、8時台ぐらいに終わるようにしております。その後ね、仕事で、シャンパン飲むのね、結局8時間ダイエットは厳密にはできてないんですけども、8時間外はね、本当は水とかコーヒー、お茶で過ごさなきゃいけないんですけども、私は糖質がたっぷり入ったシャンパンやワインを飲んでいます。それ仕事なんでね、しょうがないんですけど。ただ、食事終わった後、そのおつまみだったりとか、その夜ラーメン食べたり、アフター行ったりでね、サンドイッチ食べたりとかやめるだけでも結構体軽くなりますし、飲み物以外でね、固形物取ってないっていうだけでも、すごく体にとってはね、調子がいいなと思って、なるべく8時間内食事を抑えて、それ以外やめるようにしました。なので休日もね、お酒飲む時もね、ただあるんですけども、なるべくその8時間以内に収めるっていうのを平日、リアルには実践できてないので、きちんとね、お酒を込みで8時間以内に収めたいので、なるべく土日もね、お酒は軽くしたり、深酒をやめてます。昔ほんと好きで映画見ながらね、白ワイン1本とか家で、飲んでたんですけども、そうすると普通にご飯食べた後ね、夜11時とかまでダラダラ部屋で飲んだりするんで、そしたらもう大幅に8時間過ぎちゃうんで、そういう楽しみをちょっと今はね、やめました。ですけどね、月金たっぷりお酒飲んでるんで、別にもうそれはね、健康のことも考えると、休館日はね、週に2日ぐらいあった方がいいんじゃないかなと思って、自分にとってはね、やめてよかったかなと
思っております。ということで今回私がやめてよかったもの4つご紹介いたしました。やめてよかったもの、習慣とかですね、ほんと20代とか10代の時から作ってきた習慣だったんで、最初やめる時とても大変だったんですけども、でもほんとやめてからね、体調とっても良くなったし、何より睡眠たくさんとることは体にとってね、どんなにいい美容液とかね、サプリ使うよりも本当にとってもいいことなので、やめて結果すごく私にとって良かったなと今思っております。この動画を最後まで見ていただいた方は美意識がとっても高い方なんだろうなと思います。よかったらですね、コメント欄に皆さんがされてる美容方法とか、何か習慣とか、何か美容で使ってるものがありますよとか、いい情報がありましたらお寄せください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。